今回は真の始皇帝の死去の謎に迫っていくぜ。ところで駒野は始皇帝がどのように亡くなったかは知っているか？知っているぜ。巡行中に砂丘という場所で馬車の中で亡くなったんだ。始皇帝はその時まで皇太子を定めていなかったけど、亡くなる間際に遺書を残して長男の父祖を後継者に指名した。だけど始皇帝が死ぬと長江が上昇の利子を抱き込んで末子の子貝を後継者に指名する偽の遺書を作ったんだろ。そして長江と利子は始皇帝の死を隠すために始皇帝の亡骸を空気の入れ替えがしやすい車に移し、海産物を大量に積載して死臭を紛らわせて咸陽に戻ったんだ。よく知っているな。それが史記の記載だな。ところが始皇帝の死について最近別の説が出現したんだ。それは北京大学が所蔵する竹簡の中から発見された通称調整書と言われる書物に記載された内容で、始皇帝の死去について史記とは全く異なる内容の記載がされているんだぜ。今回はこの調整書に記載された内容を史記の内容と比較しながら紹介していこうと思う。よし、じゃあ見てみよう。まず調整書についてだ。これは北京大学に集められた古代の竹簡の中から発見された文書で、前漢時代に書かれたものと推定されている。著者は不明だ。その文書は真の始皇帝の死の経緯とその後の二世皇帝廻外の時代について書かれている。主に始皇帝が廻外を後継者に立てる時の始皇帝と利子たちの会話、そして二世皇帝廻外が即位後に子へや利子の還元を聞き入れない様子が中心に描かれている。冒頭にはこう書かれている。昔秦王の長生は天下を縦遊し、白人に戻ったところで病にかかった。病が重くなると彼は大きなため息をつき、涙を流して左右に言った。天命は変えられないのだろうか。私はこれほど重い病になったことはない。悲しい。皇帝でなくて王、姓じゃなくて姓、砂丘じゃなくて白人、なんかいろいろ式と違うな。それに始皇帝が涙を流して弱気なコメントするなんてちょっとイメージと違うぞ。のっけからいろいろ違和感があるだろう。そしてこの後長生は涙を流して利子に、お前は私の中心だ、後継者を議論せよという。そこで上昇の利子と御子の風居室が廻外を後継者に立てることを勧め、秦王はよしと答えたとある。廻外は利子と風居室の合議によって後継者として推薦され、それを始皇帝が承認したということになっているんだね。この後はすぐ廻外の治世の記載に移り、廻外が相続を滅ぼし社食を壊し律令や先代の記録を焼き払ったとある。そして子へや利子の進言を聞き入れずに最後は殺されることが紹介されている。そして将軍の将官が国を滅ぼし長江を殺したと記載されている。長江を殺したのは子英ではなく将官になっている。そして秦は項王や劉邦が滅ぼしたのではなく将官が滅ぼしたことになっているのか。そして調整書は最後にこう結ばれている。曰く廻外とはまさに諌めを聞き入れなかったものである。4年の治世の後、ついに身は滅び国も滅んだ。いろいろと式の記載と異なる点があったね。そうだろ。ざっと見ただけでもこれだけある。始皇帝の称号な、死去の場所はさっき言ったけど、後継者の選定についての記載の相違が一番気になるところだね。これだと廻外を後継者にすることについては始皇帝の承認のもと正式に決定しており、そこに長江は関与していないことになっている。さらに廻外ら秦の社食や律令、先代の記録を破壊したということが調整書に記載されている。なんで廻外はそんな行動をとったのか、理由は書かれている。廻外は天下を改めて新しくするのだと発言したという。ここから推測するに、始皇帝までの歴代の君主の築き上げたものを消し去り、自分の手で全く新しい秩序を打ち立てようとしたと想定できる。まるで自分が始皇帝のような存在になりたかったかのような行動だね。さて、式と調整書の記載にはこれだけ違いがあるとなると、気になるのはどっちが本当なのかということだ。そうだな。もちろんこれにはっきりとした結論を下すのは難しい。ただここではあえてこのチャンネルなりに推論をしたいと思う。ほう、一体どっちだ？我々が今まで馴染んできた式の解釈に引きずられている可能性は否定できない。しかしそれを踏まえた上で、ここでは式の方が真実に近いと考えたい。そう考える根拠は？まずこの調整書が作成された目的だ。始皇帝死去の箇所がどうしても注目されるが、調整書の中で最も文字数を割いて描かれているのは廻外が子へと利子の度重なる還元を聞き入れなかったというところだ。そしてさっき言った通り、最後は廻外とはまさに諌めを聞き入れなかったものである。4年の治世の後、ついに身は滅び国も滅んだという言葉で結ばれている。
こから見るに調整書は歴史書として作られたのではなく、特定の政治的メッセージを意図して編集された資料である可能性が高いと考えられる。例えばつまり為政者に対して還元を聞き入れないとこがいみたいになるぞという教訓を与える目的で編纂されたのではないかということ。そうだ。だから史実としての正確さよりも教訓を与えるという目的の方に重きが置かれていると考えられる。これが第一の理由。そして2番目だ。調整書が編纂された時期と司馬遷が史記を編纂した時期との前後関係は不明なのだが、私は前巻の前期には調整書に記載されたような内容が案外一般的に信じられていたんじゃないかと思っている。つまり胡亥は始皇帝が臨終の際に正式に指名した後継者であると考えられており、長江鳥氏による一生の改ざんがあったことは知られていなかったんじゃないかということだ。はあ、じゃあ長江鳥氏による改ざんは司馬遷が広めた説だということ。どうしてそう考えるの？まず第一に胡亥が後継者に決まったいきさつが公式にはどう語られていたかを考えてほしい。公式には始皇帝は胡亥を後継者に定めるという命の利を残して死んだことになっている。そして真実を知る者は李氏をはじめ数人しかおらず、仮に長江鳥氏による改ざんがあったとしてもそんな話が容易に外に漏れるわけもない。その傍証とも言えるのが劉邦が皇帝になった後、小国の商家を投獄した時の発言だ。劉邦は李氏は商家より優れていたということを示すためにこう言っている。李氏は真の最初であった時、良いことがあれば皇帝の徳のおかげとし、悪いことがあればこれを自分のせいにしたと聞いている。李氏は忠臣だという扱いだね。李氏が陰謀によって衣装を改ざんしたなんてことを仮にもし劉邦が知っていれば、こんな風に李氏を賛美することはありえないだろう。さっきの調整書でも秦王が李氏にお前は忠臣だと語っていたね。そしてもう一つ紹介したいのが四季の李氏列伝の末尾に書かれた司馬遷のこのコメントだ。人は皆李氏は忠を極めたにもかかわらず呉慶を被って死んだというが、その根本を察するに世の人々の議論には意義がある。そうでなければ李氏の功績は周公商公と匹敵するものであっただろう。司馬遷の時代に至ってなお世の人々はまだ李氏は忠を極めたと考えていた。そして司馬遷はこの式でそれに異議を唱えている。確かにそうだな。だから私は前巻の前期司馬遷の時代ぐらいまでは調整書のこの記載が一般的に信じられていたんじゃないかと思うと言ったんだ。はあ、なるほど。だから調整書も当時一般的に信じられていた始皇帝の死のいきさつをそのまま記載しているんじゃないかということだね。だから当時の通説に反対して司馬遷父子がこの長江鳥氏の陰謀を取り上げ通説を覆したというのも史記の功績の一つかもしれない。確かに隠された真実を暴き出したわけだからな。ただ史記の記載にも疑問がないわけじゃないんだ。まず長江鳥氏が本当に陰謀によって始皇帝の衣装を改ざんしたとして、その秘密がどうやって漏れるのか、誰がどうやって語り伝えるのか。もっと怪しいのは始皇帝が死んだ後、四季の李氏列伝に延々と記載されている長江が李氏を陰謀に引き込む時の2人の会話だ。この会話の内容を知っているのは長江と李氏の2人しかいないはず。こんな会話がどうやって漏れるのか。そう考えると四季の記載の信憑性も怪しさがつきまとうんだ。大筋は合っているけど細部の会話は司馬遷が持っているというのならまだしも、全部が司馬遷の作り話だったりする可能性もないとは言えないよな。まあ今回はそこについて深入りするとキリがない。ここでは調整書は歴史書として作られたわけではなく、始皇帝の死のいきさつは当時の通説に従って書かれているに過ぎないだろうと述べるにとどめておこう。始皇帝って本当に謎に包まれてるよね。兵馬俑が見つかったのも死んでから2000年以上経った後だし、今度はまたこんな新説が出てくるんだからな。これからも新しい発見はあるだろう。第一、始皇帝陵の発掘調査だってまだ行われていないんだから。まだまだ俺たちの知らない真実がたくさんありそうだな。これからも真の始皇帝をはじめ中国の歴史の解説やさまざまな謎の考察を行っていくので、気になった人はぜひチャンネル登録をお願いします。別の動画もぜひ見てね。